こんにちは、青22号です。レベルのフォード GT ルマン2017を作っています。前回はボディ表面をペーパー分けするところで終わっていましたが、ところどころ引けが残っているので、瞬間接着剤の一種であるタミオのイージーサンディングを使って埋めていきます。紙の上に一旦出したイージーサンディングを竹串ですくってつけていき、効果促進スプレーを使って硬化させます。スプレーはプラスチックに対して完全に無害というわけではないので、吹きつける量は最小限にします。そして600番のフィニッシングペーパーを使ってイージーサンディングを削っていきます。イージーサンディングはその名の通り、通常の瞬間接着剤よりもペーパー分けする時の難しさをイージーにしたものですが、その難しさとは一体何なのかというと、通常の瞬間接着剤は固まるとプラスチックよりも硬いため、ペーパー分けするとプラスチックが先に削れていき、平らに削るのが難しくなります。そこでイージーサンディングは硬さを少しマイルドにすることで、プラスチックだけが先に削れるのを防いでいるのです。これがイージーと名乗るゆえんなのです。このキットのボディの屋根には何らかの通信機器と思われる突起があるのですが、ルマンのレースに出走した時はついていなかったようなので切り取っておくことにします。まずはエッチング層を使って大まかに切り取ります。ただしここを切り取るとデカールがここの形に合わせて切り欠きがあるので、若干不具合が出てくることになります。ですが今回それは無視することにします。エッチング層で切り取った後はデザインナイフでさらに削っていき、600番のペーパーを使って周りとの段差をなくしておきます。切り取ったところは穴になるので、裏からマスキングテープで仮に塞いで、表側からイージーサンディングを流し込みます。やはり効果促進スプレーをかけて硬化させますが、裏側からもスプレーをかけて硬化させます。硬化したらデザインナイフで大まかに削ります。通常の瞬間接着剤よりも柔らかいとはいえ、いきなりペーパーで削ると屋根の形が変わってきてしまうので、デザインナイフでできるところまで削ります。一度持っただけでは足りないようだったので、再度イージーサンディングを持って効果促進スプレーをかけて硬化させ、デザインナイフで削ります。十分に充填できたようなので、600番のペーパーを使って表面を仕上げていきます。ただし追加で何回も盛らないようにします。瞬間接着剤同士は接着力が弱いからです。内装関係のパーツを整えていきます。一通りパーツは切り離してありましたが、ゲート跡やパーティングラインなどを削っておきます。ゲート跡はデザインナイフで削り、その後スポンジヤスリやペーパーを使って整えます。スポンジヤスリは1500番のものを使っています。パーティングラインはスポンジヤスリやペーパーでもいいのですが、デザインナイフのいわゆるカンナー開けで削っていきます。この辺りは完成後はそれほど見えるところではないので、それほど厳密に処理しておく必要はないと思います。むしろ省略してしまっても構わないくらいです。内装のフロアのパーツは底の面がシャシーと接して接着することになるので、スティックヤスリを使って平らにしておきます。後部はバルクヘッドの壁のパーツを接着しますが、ここも接着面が平らになるようにスティックヤスリを使ってしっかりと平らにします。一方の壁の方も接着面を平らにしますが、ダボがあると平らにできないので切り取ってしまいます。ダボがないと接着強度が低くなるかというとそうではなく、きちんと接着面同士が平らになっていれば、ダボがなくても接着強度は十分出てきます。むしろダボがあることでパーティングラインが消しきれていなかったり、テーパーが残っていたりした方が接着強度は弱くなってしまいます。接着するときは接着するところに流し込み接着剤を点付けして、まずはパーツを合わせます。これだけではまだ完全にくっつきませんが、位置を微調整できます。位置に問題がなければさらに接着剤を流し込んで本格的に接着していきます。ボディにサーフェーサーを塗っていきます。初回は黒のサーフェーサーを塗りましたが、今回はグレーのサーフェーサーを塗ります。ペーパー分けをして黒のサーフェーサーはほとんど落としてありますが、くぼんだところなどは少し残っているので、いきなり白などを塗ったりするとそういったところが透けて見えてしまいます。なのでグレーのサーフェーサーを塗って一旦全体をグレーにしてスタートの色を統一しておきます。こういった場合は白を塗って塗りつぶそうとするよりも、白以外の隠蔽力の強い色で一度リセットした方が結果的に早道です。黒は一般的に最も隠蔽力が強いことになりますが、だからといって黒を塗ってしまうと、そこから白を塗り重ねて白くしようと思うと
かなりの回数を塗り重ねる必要があり、塗膜が厚くなってしまいます。隠蔽力が強い色を塗る必要があるものの、その上から塗る色のことも考える必要があります。なので白と黒の中間のグレーを塗るとそこそこ隠蔽力も強く、なおかつその上から白を塗るのもそれほど大変ではないというわけでグレーを塗っています。もちろん厳密にはこの上から塗る白はグレーの影響を全く受けないわけではなく、塗った白はわずかに暗くなったりしますが、見た目的にはほぼ見分けがつかないレベルになるはずです。希釈率はだいたい1対3程度にしています。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。